こんにちは。ポッシブル可能性の会の太田です。いつも見てくれている皆さん、本当にありがとうございます。これからももっと聖火祭壇、花祭壇の魅力を伝えていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。最近は同じポッシブル可能性の会のメンバーの福岡県大野城市にある花ゆりさんというお花屋さんの僕の師匠でもある田中さんとコラボもしています。僕たちと一緒にコラボをしてみたいだとか、聖火祭壇の技術的にこういうところを知りたいだとか、仕事への取り組み方など、悩んでいる方や迷っている方がいれば、ぜひ僕の方に連絡をください。コラボは Zoom を使ってやっているんですけども、Zoom の使い方がわからないよとか、YouTube やったことないんでわからないよっていう方にも、僕たちのわかることはすべて丁寧に教えますので、遠慮なく言ってください。前置きが長くなってしまいましたが、今回はインラインの講習会をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さらっとおさらいをしたいと思います。前回の講習会では菊のアウトラインについて説明しました。今回はこのアウトラインよりもちょっと難しいインラインについて説明していきます。先ほども簡単に説明しましたが、アウトラインとはパーツを作る時の外側の線、インラインとはパーツを作る時の内側の線のことを指します。何種類かの聖火祭壇でインラインの部分がどこかを見てもらいたいと思います。アウトラインに比べて当然のことなんですけども、内側に作るということは外周が狭くなります。外周といってもちょっとピンとこないと思うので、そのラインの線に沿って円を描いてみてもらえれば分かりやすいと思います。弧が大きければ外周が広い、弧が小さければ外周が狭いということです。なぜ外周が狭いと線を作るのが難しいかというと、点と点を結んで曲線を作っていくからです。ドットの大きさが問題になってきます。アウトラインのように比較的緩やかな曲線を作るときは良いのですが、インラインは弧が小さくなるので、同じ大きさの菊で作るととても窮屈になります。なので僕は8分咲きぐらいの菊は比較的インラインには入れないようにしています。個人的には6分咲きぐらいの菊が使いやすいです。インラインがアウトラインよりも難しい理由の一つに、菊の面の移り変わりが激しいということです。最初のスタートの部分を見てもらいたいと思います。インラインはアウトラインの高さを超えてしまってはいけません。さらに菊の下の部分を揃えていかなければいけません。スタートのこの部分は菊の額の部分を揃えています。この部分になると菊の右側の側面を使って線を作っています。この部分になると菊の上の面を使って線を引いています。アウトラインに比べると菊の使う面の移り変わりが激しいのがわかると思います。自分が指している部分が菊のどこの面を使って指せば正しいのかを考えながら指していきましょう。簡単におさらいをしたいと思います。この人気のデザインの菊のラインでいうと、比較的菊の上の面だけを使って作れるアウトラインに比べると、外周の小さいインラインは菊の使う面の移り変わりが激しいので難しいと言えます。次は奥行きについて説明していきたいと思います。この聖火祭壇を上から見た図面がこちらになります。横の長さに比べて奥行きは23センチしかありません。ここにアウトラインを引くとこのような感じになると思います。インラインを引くとこのような感じになります。アウトラインの横に引く広々とした線に比べ、奥行きが少ない中で作るインラインが窮屈なのがわかると思います。それを踏まえた上でのインラインを指すポイントは、できる限り菊を縦に揃えないということです。
部分的に言うとここの部分になります。この縦に菊が並ぶ部分をできる限り少なくすることがポイントです。ということは、いかに菊のラインが横を向いている時に高さを下げてくるかが大事になってきます。真横に菊を並べていくアウトラインとは違い、菊が見えているところを重ねながら斜め前に刺していくことが大事になってきます。ほぼ真横に菊と菊が重なり合わないように刺していくのがアウトラインですが、インラインは菊と菊の関係が真横から斜め前に刺していくような形になっていきます。なので菊と菊が重なり合っている部分は多くなります。一番大事なのは菊の内側の線がきれいにはっきりと見えていることです。先ほども言いましたが、インラインはアウトラインと違い、菊の上の面を見ていればいいというわけではありません。菊のあらゆる面を使ってラインを形成していかなければいけません。これがインラインの難しいところです。またさらに菊の前後の傾きも必要になってきます。同じ菊でも傾斜を作ることによって使える菊の面が全く異なってきます。また菊の開き具合によっても使える場所が変わってくることが多いです。菊はその個体によって開き方や大きさも変わってきます。なので定義を作るということがとても難しくなってきます。菊をくるくる回しながら使える面や使える角度を探してみたり、花びらを取ってあげて加工してあげたり、自分なりに使いやすい菊の面や角度を探すことがとても大事になってきます。上手な人の菊の面の出し方を勉強するのもいいと思います。当たり前のことなんですけども、インラインを作るときは丁寧な仕事がとても大事になってきます。このインラインを拡大するとこのようになります。本当に若干なんですけども、菊のインラインに乱れがあります。これを少し整えるとこのようになります。ほんの数枚の花びらを取ってあげることでラインが整います。このようにインラインはアウトラインとは違い、花びら1枚でラインの形成が異なってきます。しっかりと丁寧な仕事を心がけましょう。これで今回のインラインの講習は終わりにしたいと思います。僕自身インラインを説明するのはとても難しいなと思いました。もしも僕の説明で分かりづらいところがあったり、太田さんそこ間違ってるよなど思うことがあれば、お気軽にコメント欄に入れてください。次回は菊のグラデーションについて説明していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。